こんにちは、おっちゃんドドドドです。今回の動画は前期型の NM4 なら必ず折れるという呪いのボルトを交換してみる動画です。ということで暖気してエンジンオイルを抜く準備をします。その間にカウルもばらします。おっちゃん、再々カウルを外すので慣れたものです。カウルを外してる間にちょっと調べて分かったことを。 NM4 RC82 の前期型は陽交換です。 NC700 と前期型 NC750 の DC キーインテグラも前期型は対策前なのかな。おそらく丸い形の純正サイレンサーがついてるタイプは対策前かと思います。絶対に折れるらしいので不安な方は行きつけのバイクショップで交換してもらいましょう。数万円かかるみたいですが、なのでおっちゃん自分で交換しようと安心台をケチってハイリスクを選択しました。整備経験がある人または自信があって壊れても構わないぜという人以外はバイク屋さんにお任せが良いと思います。おっちゃんは思い込みが激しいのでできると思い込みました。今の作業はオイルを抜いてるところです。約3リットルほど出てくるので容量が大きめの容器を用意しましょう。しばらく放置して交換部品の確認、オイルフィルター、エレメントもついでに交換します。あとオーリングとネジロックと液体ガスケットも確認。さてオイルもだいぶ抜けてきたのでクランクケースカバーを外す準備をします。おっちゃんの NM4 はマフラーを4本出しにしたりハニアケースをつけたりぼちゃぼちゃしてるのでアンダーカウルを1箇所外してません。面倒くさいので外しませんでしたが、この後アンダーカウルがオイルでベタベタになります。素直に面倒くさいけど外しましょう。外すボルトを確認。ここで用意しました。何かの菓子折りの空き箱に簡単にボルトの位置がわかるように図を書きました。ボルトは全部で16本です。空き箱に穴を開けてボルトを差し込むと長さが違うボルトでも間違わずに済むという算段です。各種センサーの配線の位置を確認。10mm のボルトと 8mm のボルトが混在してますね。この箇所はクランクケースカバーと友締めになってますね。組み上げる時に注意です。ケーブル類脱着、外すだけなので難しい作業ではないです。外した後は箱に刺しておきましょう。後で間違わずに済みます。スピンドルセンサーを外すとオイルが付着してるのでホコリが入らないように念のため養生します。クランクケースカバーにも砂利やホコリが付着してるのでブラシで掃除しときましょう。エンジン内に入ると悪いことしか起きません。それぞれ上から2、1となってます。ボルトを1本外してみました。液体ガスケットが付着してます。ちょっとボルトが硬かったのはこのせいかも。配線を外すとすっきりした感じでカバーがよく見えます。それではクランクケースカバーのボルトを外していきます。まだ10年しか経ってないので固着してないと思いますが慎重に外しました。ある程度緩めたら手でボルトを外します。箱に書いた図にボルトを差し込みましょう。16箇所ボルトがあるので動画をカットしてます。
長さが違うボルトがあるので注意。1箇所銅のワッシャーがついていました。パッキン用かな。忘れずにボルトとワッシャーを一緒に箱に刺してメモもしときます。よし、ボルト類は外しました。それではいよいよクランクケースカバーを外していきます。1回しか使ったことがないのに錆びてるスライディングハンマー。クランクケースカバーを開けるのにスライディングハンマーが楽だと聞いて、はるか昔に買ったのを思い出して倉庫から引っ張り出してきました。笑い。本当に楽ちんでした。エンジンに残ってたオイルが思ったより垂れてきました。クラッチのオイルフィルターを先に交換しておけばよかったです。クランクケースカバーを開けてみたものの、配線がつながってるためにカバーの置き場がありません。一旦そっと閉じます。調べると針金で釣ってる方がいたので、参考にしてハンドルにクランクケースカバーを固定しました。うまくいったようです。続きましてクラッチを外していきます。その前に重要な作業が。クラッチに噛み合ってるセラシギアという歯車がずれないように M6 のボルトでがっちり固定しときます。とても重要なのです。最後に外すので覚えておきましょう。クラッチを外す準備ができました。ちょっと一息ついてしばらくクラッチを眺めてから外してみました。後で見返せるように動画も撮ってバッチリです。クラッチをまっすぐに引っ張って外します。その時にシャフトについてるオーリングを傷つけないように慎重に。あちこちに引っかかってる感じがしますが、ちょっと動かしながら引っ張るとうまく外れました。慎重に。無事に外れました。組む時はこれの逆の作業ですが、クラッチの刃がずれてるので刃を合わすのに苦労しました。おっちゃん、それもクラッチの部品です。後ではめ込まなくてはならないので外しましょう。シャフトが丸出しになったので確認用に撮影。重要なシールリングが見えてます。これもクラッチを外す時には交換となってますが、おっちゃん、注文し忘れてました。そのまま使えます。そして問題の箇所に近づいてきました。その前にオイルパン内にワッシャーとかが落ちたら面倒なのでウエスを詰めときましょう。おっちゃん、念入りにウエスを詰め込んでます。できるだけ綺麗なウエスが良いです。この後の作業でワッシャーとカラーがボロッと落ちたりバネが飛んだりするかもなので、実は重要な作業です。外すボルトは2箇所だけです。右側が長いボルトで左側が短いボルトです。おっちゃん、2分の1の確率をよく間違えるので記録しときます。長いボルト、短いボルト。続きましてギアシフトスキンドルを取り外します。ワッシャーとガイドプレートのカラーの脱落に注意しましょう。思ったよ
よりも長い。ワッシャーが落ちないように押さえながら作業してます。取り外せました。装着時に忘れないようにこの形のまま保管します。ドラムシフタガイドプレートの取り外し。おっちゃん、カラーを外さずに取り外してますが、先に外しとくと脱落して行方不明にならずに済みます。プレートのバネが外れやすいので行方不明に注意。ついに姿を現しました。やはり対策前のシルバーのボルトでした。ボルトの先が長いので 12mm のディープソケットを使います。ネジロックが塗ってあるようでちょっと硬い感じですが慎重に。外れました。亀裂は入ってないようです。黒い方が対策のボルトです。結構硬いスプリングに押さえられてるのでちょっと外れにくいです。シフトドラムセンタノックピンを交換するために外してます。すごく小さな部品です。交換するので気にせずペンチで引っこ抜きます。固定されてないのであっさり抜けました。新しいピンを慎重にはめ込みます。シフトドラムセンタのくぼみに先ほどのピンを合わせて装着します。あれ、何か違う。どうやらストッパーアームをドライバー等で押さえながら取り付けるようです。よし、今のうちに装着。うまくいきました。さて、次は対作品のシフトドラムセンタボルトを取り付けるためにネジロックを塗ってます。また交換するかもなので中強度のネジロックを塗りました。手で締めれるところまで締めたらラチェットで締めます。この時に締め付けトルクが指定されてるので注意。23ニュートンで締めます。続きましてドラムシフタガイドプレートを組み付けます。スプリングが入ってる箇所が2箇所あります。ビヨーンとスプリングが飛んでいってなくならないように注意。こんな感じで溝が掘ってある方を合わせて取り付けます。もう片方も同じように取り付けましょう。できました。いえ、できてません。片方の向きが逆についてました。撮った動画を見返してて気がつきました。危なかったです。向きも直してカラーをはめ込みます。ギアシフトスキンドルの取り付け。ワッシャーの付け忘れに注意しましょう。こんな感じで取り付けできたら OK。 自分で交換する場合はこうやって動画を撮って確認すると間違いが少なくなって良いです。ガイドプレートをボルトで固定します。締め付けトルクは12ニュートン。ガイドプレートが取り付けできたら部品の付け忘れがないか確認。さて次は難関の個人的に難関でした。クラッチは足になっていてクラッチガイドをギアの溝に合わせて取り付けます。こんな感じにはまり込むと良い感じなんですが、適当にはめてもほぼうまくはまりません。運任せではめ込みしてたんですが、サービスマニュアルを見ると幅広の溝2箇所を合わすとありました。ドライバー等できれいに溝を合わすとうまくいきました。クラッチの裏側も
同じ構造なので幅が広くなってる箇所をうまく揃えてクラッチガイドを取り付けましょう。うまくクラッチが組み上がりました。ちゃんとクラッチガイドが落とし込めてます。この作業がおっちゃん数時間かかりました。慣れたら数分で終わりそうな気がします。次は緊張のクラッチの取り付け。3箇所のシールリングを傷つけないように慎重にクラッチを取り付けます。シールリングを交換した場合はオイルを塗っておきましょう。シールリングを傷つけないように慎重に。そして次の難関に。サービスマニュアルにはクラッチを取り付けるとしか書いてないです。実際にはギアを段階的にはめ込むような感覚でした。この箇所も何回もクラッチを動かしながら組み付けしました。そういえばベアリングも取り付けてますが、クラッチが取り付けできてから最後につけても OK です。ボールベアリングはマークを外側に。うまくクラッチがはまるとガコンガコンと段階的にクラッチがはまりました。こんな状態になったら完全に取り付けできてます。クラッチを外す前に M6 のボルトを取り付けてセラシギアを固定しましたが、この時少しでもずれてるとクラッチをはめ込みできないようです。クラッチがきっちりはまったら忘れずに M6 ボルトを外しましょう。何回も格闘してやっとクラッチがはまりました。用がなくなった M6 ボルトを外します。絶対に忘れずに。クランクケースカバーのガスケットを剥ぎます。割と簡単に剥がれました。適当に液体ガスケットを塗ってみましたが、塗りすぎかなと思いやり直しました。もう一回塗れるくらいは余ってるようです。やはり適当に液体ガスケットを塗ってはダメでした。結構はみ出るのでエンジン内の異物になりそうです。細いノズルは付属してなかったので先っぽを厚紙で作ってみようかと思います。できました。先を切って穴を開けます。小さな穴が開きました。いい感じ。とても細く液体ガスケットが引けました。良さそうです。では再チャレンジ。なんだかパティシエになった気分です。おっちゃん、次第に手が震えてきました。年のせいかと思います。半分ほど来たところで液体ガスケット足りなくなるかもと不安になるおっちゃん。もう一つ買っとけばよかったです。いつもケチって時間がかかってしまうおっちゃんは学習しないタイプのようです。ダミーノズルから液体ガスケットが漏れてきました。結束バンドで締めればよかったな。ということで最後は指で塗りました。なんとか液体ガスケットも足りて塗り終わったので、周りのパーツに気をつけながらクランクケースカバーを閉じます。両手でクランクケースカバーを持って作業したかったのですが、配線とアンダーカウルが邪魔してうまくいきません。おっちゃん、右腕が震えながら力技で作業してます。やはり面倒でもアンダーカウルは外しておくべきでした。笑い。せっかく塗った液体ガスケットが剥がれちゃうとオイル漏れの原因になるので気をつけましょう。そうこうしてるうちになんとかうまくいったようです。あとはクランクケースカバーの合わせ面がちゃんと密着するかどうか。グレートです。いよいよ大詰めにボルト止めの作業です。あとはボルトを間違わずに締め付ければもう終わったみたいなものです。最後にオイルを入れたら終わりです。手で締めれるところまで締めたら対角にボルトを締め付けていきます。は
配線が灯し目になってる箇所があるので忘れずに。配線が垂れてくるので針金で巻いてましたが、巻きすぎたようでもたついてます。なんとか手で締め終わりました。12ニュートンで対角にボルトを締めます。対角に何回かに分けて締めると良いようです。勘で締めるとトラブルのもとになるので注意です。おっちゃん、若かりし時に何本もボルトを折って近所のバイク屋さんによくお世話になってました。その度にわからないのにいじくるなとよく怒られてました。懐かしい苦い思い出です。よく考えてみると今もよくわかってないのにいじってます。おっちゃん、成長してないようです。オイルフィルターもついでに交換しときます。クランクケースカバーも無事に締め終わりました。次は配線を取り付けます。カプラーは上から2、1です。よく見るとカバーに刻印がしてあったので間違えることはなさそうです。さて次はシフトスピンドルアングルセンサを取り付けます。平坦な面があるので取り付け向きに注意です。そしてここのボルトの締め付けトルクは12ニュートンです。ボルトも無事に締め付け終了。おっちゃん、いつも安い G1 入れてます。とは言っても指定オイルなので安心。約 3.5 リットル入れました。よし、適量。あとはエンジンをかけてみてオイル漏れとばないかチェック。と言いますか、そもそも組み方が間違ってたりすると何らかの異常があると思うのでドキドキします。今回メンテナンスした箇所は駆動系なのでエンジンは普通にかかると思います。多分。おお、無事にエンジンはかかりました。笑い。オイル漏れしてないか覗き込むおっちゃん。今度は走行して異常がないかチェックします。行ってきます。 DCT もスムーズ、異音もありません。 1000km ほど通勤で走ってみましたが問題ないようなので無事に交換できてたようです。今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。